完全に白ぼけして劣化しきった水戸操樹士、実は余裕で復活できます。今回は6年落ちの車でも新車以上に仕上がる洗車術を洗車のプロに教わってきました。しかも使うのは誰でも手に入る市販の洗車グッズだけ。この動画の通りやればあなたの愛車もピカピカになります。前半は徹底洗車で汚れをしっかり落とし、後半は水戸操樹士の復活。普段の洗車にも役立つテクニック満載なので、ぜひ最後まで参考にしてください。じゃあお世話になります。どうもお世話になります。ちょっと見てもらいたいんですけど、はいはいはい、ここの友達の車の水戸操樹士が完全に白くなりすぎてて、確かになってますね。これなんとかならへんかなって思いまして。なりますなります。これ劣化だと思われてる方が多いと思うんですけれども、はい、これ実は劣化ではなくて汚れてるだけなんです、ボディって汚れますよね、はい、ボディは汚れたら洗車してみんなきれいにするんですけれども、ね、ここを洗車してきれいにする人って少ないんです。確かに。だからボディが汚れるってことはここも同じぐらい汚れてるっていうこと、はい、それはだんだん蓄積されていって、このように汚れて白くなので、ちゃんと汚れを落とせばある程度は黒くなる。でそのある程度黒くした状態で、はい、また汚れの再付着しないように適切にコーティングする、はい、ということが大切です。だからいきなりコーティング塗るんじゃなくて、はい、しっかりと汚れを落として、しっかりと汚れを落とした段階で黒くなるんで、はい、その状態で樹脂コーティングを塗ってほしいです、はい、その方法を今日やります。じゃあまずは洗車をしてから、樹脂のところもちゃんと洗っていって、そうです。で最後にコーティングで仕上げるっていう感じですね。そういうことです。わかりました。じゃあ、はい、お願いします。よろしくお願いします。今この辺なんかめっちゃ汚れてるじゃないですか。このこれね、何なんですかね、この白いの。もうこれは複合的な汚れですね。ミネラルの汚れ、例えば無機質の汚れであったり、はい、例えば油汚れ、泥汚れ、はい、そういうのが混じった汚れがこれです。なのでこれはもうアルカリと酸を駆使して取っていかないといけないです。いやめっちゃ汚れてますもんね。そうですね。これ中性洗剤だけでは多分落ちないと思います。で通常これぐらい汚れてる車でしたら、はい、3pH 洗車という方法で洗車していくんですけれども、まず使うのはこのアルカリ洗剤のプリマス 2.0、ラボコスメティカの洗剤になってるんですけれども、はい、こちらは何が特徴かと言いますと VDA 認証を取っている、全ての車の全てのパーツに対して安全ですよということがドイツ自動車協会でしっかりと認証されています。なので安全に使えるんですけれども、はい、ただこちらラッピング車両なので、はい、こちら純正部品ではないんです、ラッピングに対して安全かどうかまではちょっとわからないので、はい、じゃあどうするかというと、例えばこの目立たない部分でパッチテストをする必要があります。例えばこちら開けたところのこの巻き返してる部分、通常外から見えないような部分に、1滴2滴ぐらい垂らして、5分ぐらい待つ、現役で、問題がなければこちら使っても大丈夫と判断します、はい、現役で使うので、希釈したらこちらは絶対安全だろうということです、はい、じゃあこれ1対10で作りました。でこれを下から順にかけていきます。これでね、プリマスかけ終わりました。プリマスはモコモコな泡というよりもこうねっとり張り付く泡です。これをカーテン効果と言われる効果でして、カーテンのようにまとわりつきます。確かになんかそうですね。まとわりついてるでしょ。薄い膜みたいな感じで、薄いからこそ落ちにくいです。これが分厚いと落ちてしまうんです。確かに流れるスピードめっちゃ遅いですもんね。このボンネットのとことかでゆっくりと有機汚れをこの間に分解していきます。車の汚れっていうのは車の塗装があって、その上に、言うたら無機汚れで、その上に有機汚れ、絶対この順番になるんです。だからこの有機汚れを剥がして次無機汚れを剥がすという順番があるんで、アルカリ酸性となります。じゃあこれプリマスかけて、約3分から4分ぐらい経ったんで、今から流していくんですけれども、はい、この間とにかく待つ。この泡に仕事をさせてください。例えば人間の手でブラシでこの辺こすったりとかは絶対しないでください。なぜかというと、それをやるとタッチレスじゃなくなるからです。これはノンタッチのプレウォッシュなので、あくまで人間の力を介在させない。もう泡だけで全部やってもらうと。この辺ブラシでやると汚れと一緒にブラッシングしてしまうんで、傷の原因になる。だからこの1回目のプレウォッシュは必ず泡に洗車をさせる。じゃあ泡かけて3分ぐらい待ってからで流すと。そうです。でこれで洗い流す、ここが重要です。1回目の流しが非常に重要です。はい、じゃあお願いします。では下からやっていきます。うわ、すごいわ、取れましたね。取れたでしょ。なんや、砂が濡れたみたいなやつ。黒ずみ。そうです。マジで。これはプリマスで浮かせることによって、はい、この高圧水で取りやすくなる。すごい今の。これがノンタッチ洗車です。すごい。はい。
これが残った状態で洗車すると傷だらけになる。そういうことですよね。そうそうそうなんで砂の上からブラシでこすってるっていことで。そういううことです。だから必ずはい。水と泡と水だけで洗車します。こする。水でこすってあげると。でとりあえず今は泡を流すというよりももうこれで洗うことに専念してください。この残ってる泡は後でまた落とすんで、はい。今はとりあえずこれでこすることに専念。水でこすると。そうです。はい。である程度流し終わったら次何やるかというと隙間という隙間を流していく。ここに砂がいっぱい溜まってるんです。でこれをこの1回目の流しの段階で全て落とす、こういうモールとかね。はい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 。やっぱ知らん間に砂入ってるんですね。入ってます。めっちゃ入ってます。しかもめっちゃ溜まってます。特にこのフロントガラス周りとか、はい。でこれでもうこのボディに残ってる砂という砂を全て落としたんで次の工程に入ります。次は酸性のピュリピカをかけていきます。なんかもう結構もう綺麗になってますよね。この段階でピカピカでしょ。なんか発色が戻ってるな。みたいな方が綺麗に見えるようになりましたね。ツヤ感なんか戻りましたね。だからこのプリマスやるだけでもだいぶ改善します。この辺のドロドロのやつ全部取れましたもんね。この隙間の砂汚れみたいな。砂汚れ。ピリピカ、酸性シャンプーです。これも VDA 認証です。はい。でこれも1対10で、作りました。はい。1対10でこれで噴射すると結局1対100のものが出るんで、まあボディに対してもそんなに攻撃性はない。はい。でも1対100でもしっかりと酸性なので、ミネラル汚れにしっかりと効果があります。はい。じゃあかけてみます。じゃあこれピリピカ、が乗った状態でその上からこのセンパーで、手洗い洗車していきます。これ水はどれぐらい入れるもんなんですか。まあ10リッターほどはい。あった方がやっぱいいですね。やっぱ多い水で洗った方がはい。バケツの中で、はいそのミストの汚れが落ちるんで、これが5リットルだとちょっと少ないんです。じゃあ多めの水と泡でそうですやってあげると。水が少ないとバケツにミットの汚れが下に落ちないんで、はあ、いやそれ知らんかった。いやだから水が多ければ多いほどいいですね。でこれセンパーなんですけれども、はい。中性ですね。これ中性、はいで10リッターに対してまあ2杯ぐらい、あ、2杯なんですね。これで大体約1000倍ぐらいになるんで、はい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 。これしっかりと泡だと、はいマジで早っ。泡出んのめっちゃ早いです。じゃあねマジで。しっかりとこれマドラーのようにしてしっかりとああ、すごいすごいすごい。これでちょっと泡を潰しておくと、これで泡がだいぶきめ細かくああ、すごいな。確かになりましたね。なったでしょ。泡がきめ細かいほど汚れが落ちやすいんです、これ顔が言ってたんですよ。泡が細かいほど汚れを吸収しやすい、でもう汚れの9割以上が落ちてるんで、はい。このミットはもう本当に滑らす程度、もう全くこすらなくていいです。はい。まあこうやってもらって、もうこんな感じ、もう何の力もいらない、はいはい。撫でるだけ。これあ最後にちょっと落ちきれへんかったやつを物理的にちょっとだけそうです。やってあげるみたいな。プレウォッシュ2回やった段階ではい9割の汚れが落ちるんですけれども、はいやっぱり最終1割落ちないんで、それはやっぱり手洗いでやる必要があります。こうやって優しく撫でるだけ。まあなんか残ってた泡を消していくみたいな感じですよね。そんな感じですね、残留物を。だから塗装に対して優しい洗車はいはい。もうだからすでに洗車傷になる砂とか、その他もろもろはもう落ちてるしっていう。そういうことです。これボンネット1枚洗ったんですけれども、はミット全く汚れてないです。普通最初の状態で洗車すると、はい多分黒くなると思うんです。なりますね。全くなってない。全くなってないですね。ボディカブをこの状態で洗っても大丈夫なんですよ。普通そのボディカブと上部を開けろっていうふうにね、あ、そうですよね。言うと思うんですけれども、なんかさっき TikTok で動画見ました。そうでしょ。でもこの 3PS 洗車ですと、はいもう上も下も洗っても大丈夫。なぜなら汚れがつかない、はいついてないからです。汚れを引きずらないんで、じゃあ例えばこの辺とかものすごい汚れると思うんですけれども、はい。じゃあ一回やってみましょうか。一回もまだミット洗ってないんですけれども、こんな感じでもう下も洗っていく。下はだいたい汚れやすいですもんね。汚れてるでしょ大体。ほら
全然汚れてないでしょ。真っ黄色ですね。そうでしょ、全然真っ黄色、全く汚れてないな。全く黒くなってないでしょ。マジでえぐいですねこれ。だからこれが黒くなるっていうことは、はいここに汚れ砂がいっぱいついてるってことなんです。その状態でこれ洗うとはい傷だらけになります。最初の2回のアルカリと酸ではい汚れをほとんど落としてるので、全然その汚れになる物質が落ちてると。でここの洗車法はもうどんなやり方でやってもいいです。はい。いつもご自身でやられてる方法で。ははははただまあ優しく撫でるっていうことだけですね。もう順番もどっから洗っても大丈夫です。どっから上から洗おう下から洗おうが。もう傷になる汚れは全部落ちてるしっていうところですね。あれコーティングしてる車のコーティングにも影響はないんですか？もちろんそのために作られています。もともと3ピース洗車っていうのはセラミックコーティング、ガラスコーティングのメンテナンス用に作られています。例えばガラスコーティングしてだんだん撥水が弱ってくると思うんですけれども、でこれ撥水が弱まってくる原因っていうのがコーティング自体が取れたっていうことではなくて、ガラスコーティングの上にいろんな汚れ、有機汚れであったり無機汚れなんかが折り重なって乗ることによって撥水器が潰れる。それで皆さんはその撥水が落ちたというふうに判断して、コーティングが落ちたという判断をして上からいろんなねワックスであったりとか簡易コーティングを重ね塗りした結果やりますねミルフィーユ状の汚れになるっていうことなんです。じゃなくて撥水が落ちたなと思ったらまずは 3PS 洗車をして撥水が復活するかどうかを見るっていうこと、で大概の場合は復活します。ちゃんとしたコーティングであれば。なのでこの 3PS 洗車で撥水がなくなるっていうことはないです。ちゃんとしたコーティングであればね。そうか、汚れの上に簡易コーティングやってミルフィーユになってってもうひどいことですよね。もう取り返しがつかなくなるんで。そういうことですよね。はい、もうその場合は本当にもうコーティング自体を剥がさないといけない状態になるんで。そしたらもうそれこそポリッシャーで磨くとか。そうですそうです。なのでまずは汚れを取りましょうということなんです。何かごちゃごちゃ塗るんじゃなくて、はい、まずはそうか汚れを全て取りましょう。はい、でそれで様子見てって感じですよね。それでもまあ撥水が戻らないということは、そのコーティング自体があまり良くなかったのかということですね。もう寿命なのかというところです。ただた気をつけてほしいのは希釈率をちゃんと守ってほしいです。これ良かれと思って希釈率が濃すぎると、今度界面活性剤残りが多くなるんで、それがまたボディに残って撥水を潰す原因になるんで、その希釈率っていうのはしっかりと測ってやってください。それが一番大事です。濃すぎてもダメだし薄すぎてもダメです。この 3PS 洗車っていうのは毎回やる必要はないです。例えば海とか行ってめちゃくちゃなんか潮風に当たって汚れたとか、例えば冬場塩カルを浴びたとかめちゃくちゃ汚れたなっていう時は 3PS 洗車をするっていう感じか、あと撥水が落ちたなっていう時、そこはお客さんのその判断にもよるんですけれども、定期的に例えば3ヶ月に1回とか、そういう期間を決めてやってもいいかもしれないですね。でこんな感じでとりあえず洗い終わったんで次は流していきます。ここはもう普通に上から順番に泡を流していってもらったんで、じゃあ初めだけ高圧が必要で、その後はもう普通のホースでいいと。やっぱりこの中に入ってる砂とかをかき出さないといけないんで、やっぱり高圧を使った方がいいですね。で高圧がなかったらこういう散水ノズルのこのジェットでこう洗い流して隙間をちゃんとやってあげると。だからこの最低限これは必要ですね。この散水ノズル自体はこんな感じで流れたかなっていう。じゃあとりあえず 3PS 洗車終わりましたんで、もう洗車だけでもここまで綺麗になりました。結構ピカピカになりましたよね。初めくすんでたのに最初ちょっといろんな砂がねかぶってて、これ隅々なんかも黒ずみがあったりとかしてたんですけれども、綺麗に落ちたと思います。じゃあこれね、だいぶ白ぼけてると思うんですけれども、樹脂パーツ、だいぶ白くなってますよね。でこれ樹脂の劣化かなと思うんですけれども、確かにそれもあります。ただおそらくこの汚れが、この樹脂の脂肪の中に入り込んで、それが蓄積されて、こうやって白ぼけしてると思われます。なので蓄積された汚れを、ダクティレというラブコスメティカのアルカリマルチクリーナーで洗浄していきます。さっきのプリマスとは何が違うんですか？プリマスはかけて汚れを浮かして落とすだけのものなんですけれども、こちらはよりこのいろんなパーツに使える。例えば中にも使えますし、例えば内装樹脂にも使えるし、ホイールにも使える、全てのパーツに使える、アルカリマルチクリーナーです。この茶色のやつ全部汚れですよね。そう、これ汚れです。やばいなこれ。めっちゃ汚い。めちゃくちゃ汚いですね。だからこの樹脂パーツめちゃくちゃ汚いんです。実は。いやめちゃくちゃ汚いわ。いや。これでちょっと乾かしましょう。ここがやってないとこでこっちがやったとこ全然色違いますもんね。黒いし白いしすごいな。でこれハイドラなんですけれども、1対1でやってもいいんですけれども、今回元気でいきます。こういうスポンジにちょっと取ってもらってで塗り込んでいく。
なんかこの牧場塗ったみたいに黒いでしょ。いや、そこの境目すごいですね。そうでしょ。ここのそうでしょ。境目が。ここまでね。あこれが、ちゃんと洗浄してハイドラを塗ったのね、でこっちが、この状態、この全然何も洗ってない状態で、ハイドラを塗った状態、全然違うでしょ。まあ、黒くなったのはなったんですけれども、なんか裏にちょっと汚れ見えるというか、そうでしょ。なんか模様みたいなもやが出てますよね。もやが出て、でこっちすっきりと黒い。そう、なんか新品のプラスチックみたいな感じで。で黒さもこっちの方が黒い。確かに綺麗やわ。この辺やっぱちょっと白いもやが残っちゃってますもん。残ってるでしょ。これはね、すぐ落ちるんですよ。あ、そうなんです。結局その汚れの上に乗ってるだけなんで。ああ、そういうことか。でこれはしっかりと、この樹脂の凹凸の中にがっちり食い込んでるんで、なかなか落ちない。だからハイドラ、ハイドラでも何でもいいんですけれども、樹脂復活剤塗るときはしっかりと、この樹脂の汚れをまず落としてください。でね、これね、紫外線の劣化やってね言う人いるんですけども、これ汚れなんですよ。汚れなんですね。汚れ取ったらもう黒くなるんです。めちゃくちゃ白いですもんね、そっち。だってこれがやる前で、こっちが完全に黒くしたやつですもんね。なんか新品のプラスチックの色みたいに戻りましたね。そうでしょ。だからこれをさっきの白い状態で、ハイドラ、樹脂復活剤を塗ったとしても多少は黒くはなるんですけれども、23日したら落ちます。やっぱ下地処理が大事ってことですね。こんだけ黒なんねったら塗らんでええやんってなりますね。黒でしょ。もう皿やないですか。皿めっちゃ白かったですよね。これね。白かったです。もう真っ白でしたね。ここまで黒くしといたら、あとハイドラ塗るとめっちゃ綺麗。ただこれ洗わずにやると本当もうそれは1週間ぐらい落ちるかもしれないです。やっぱり下地処理がめちゃくちゃ大事と。めちゃくちゃ黒いな。皿の色みたいになりましたね。なんかマジで。はいすごいこれで、あとは原液を塗ってフィニッシュと。そうです。いや、綺麗になったな。やっぱちゃうな。違いますね。いや、最初明らかに白かった。全然違いますね。違う。綺麗。うわ、すごいわ。いや、あれすごい。黒の塗装したいよね。皿です。すごい。これが糖分も。それいいですよね。じゃあ、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。もう樹脂めちゃくちゃなんか新品みたいな色になりましたね。そうでしょ。だからここはね、この動画で一番ね、みんなに知ってもらいたいポイントなんですけれども、樹脂が白ぼけしてるのは紫外線の劣化ではなくて汚れの蓄積で白くなってるんですよっていうことをこの動画でぜひ知ってもらいたいです。なのでアルカリの洗剤、ラボコスメティカの安全なダクティレで洗浄すると洗浄だけで黒さが復活します。その状態で樹脂復活剤を塗るとその樹脂復活剤のポテンシャル能力スペックが 100% 発揮されます。なので樹脂復活剤を塗って黒くするのもいいんですけれども、その前にやっぱり下処理として、しっかりとアルカリマルチクリーナーダクティレで完璧に洗浄してください。わかりました。ちょっと僕のスイフトでも試してみます。よろしくお願いします。この撮影の後に実際に僕のスイスポでも試してみたんですが、明らかに白ボケが消えてかなり綺麗になりました。もし同じように悩んでる方がいれば、まずは汚れを徹底的に落としてから樹脂復活剤を塗ってみてください。ちなみにスイスポの場合、フロントグリルの網のところも全部ミ塗装樹脂で、ここ綺麗にしてコーティング塗るのは正直結構大変なんですが、こういうちぎれるスポンジを使えば網の中まで洗ったり樹脂コーティングを塗るのにもかなり便利でした。今回動画で使った液剤やスポンジ、おすすめの洗車グッズは動画の下にある概要欄に全部まとめてますので、ぜひ参考にしていただければと思います。こちらのチャンネルではカー用品レビューからプロに教わる洗車のやり方まで、車に関することを幅広く日々発信していますので、この動画が少しでも参考になったと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とコメントお待ちしております。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。